追いかけ寄生植物のエヴァンマシュロです。今回はこんなマシュマロをいただきました。おはよう分析力が高く、そして上手のエヴァちゃんに質問なのですが、ブルアカのアニメ塗りがすごく好きなので、ブルアカのアニメ塗りについて分析していただいて教えてほしいです。長文になってしまって申し訳ありません。時間があるときでいいので、エヴァちゃんの回答をもらえたら嬉しいです。でもありがたいですよ。要点をまとめると、ブルアカの塗りが、それはもう綺麗だと。それはなぜなのか、エヴァに解説してほしいというマシュマロでした。恐れ多いな。けどもね、これについては、エヴァも前にね、白子を描いた時に触れてるんですよね、少しだけ。これは質問者さんだけじゃなくて、みんな感じてると思う。ブルアカのイベントスキルの清涼感の凄まじさ、透き通るような透明感、繊細さがあって、手数は一見少なそうに見えるのに、なんか画面に映えるんですよね。で、ゲームって一人で作るものではないので、この色彩設計っていうのは、ある程度体系化されてるんじゃないかなと思うんですね。なのでね、今回はそれを探っていきたいと思います。あんま自信ないですけど、やっていきましょう。ブルアカのキャラを描くと線とかイメージが引っ張られちゃうので、ブルアカにいないキャラということで、コミケの表紙イラストにしようとしているウマ娘のアグネスデジタルをブルアカ風に描いてみることにします。これ大丈夫かな。ちなみにブルアカのスチルイラストの作画担当は、ファンさんドレミさんとか、業界にその名を轟かす名だたるイラストレーターさんたちなんですが、絵柄としてはドレミさんの絵柄が近いのかな。ただ、ハンソンさんの方が総監修をされているという情報を得ました。質問者さんも言っている通り、ベースにあるのはアニメ塗りだと思うんですけど、繊細さという意味では、いわゆるギャルゲ塗り的なエッセンスもね、多少入っている気がするんですよね。アニメ塗りはいろんなアニメーターさんが同じキャラを描いてもちゃんと同じように見えるように、ある意味企画化された塗り方で仕様が細かく決まってるんですよね。でギャルゲームを複数人作業という点で構造としては似てるよね。ただ、アニメとゲームでは枚数が全然違うから、ゲームの絵ってアニメよりもやっぱ1枚にかける時間も長くなるし、1枚絵としてはリッチになっていく傾向がある。このリッチさっていうのが、従来であれば線画の密度とか、塗りの情報量みたいなところに行きがちなんだけど、そこにあえていかず、透明感とか清涼感に振り切っていったのが、ブルアカの塗りなんじゃないかなと思うんですよね。なのでね、結論を言うと、理屈は多分ざっくり説明できると思うんですけど、これ再現するのは超難しい気がしますね。線とか色彩とか色の明暗境界のリズム感とか、その全部が清涼感とか透明感のために研ぎ澄まされているという印象があります。アニメ塗り手数は確かに少ないけど、その手数が少ない分一手の精度を上げないといけないんですよね。その完成度がえぐい気がする。つまりアニメ塗りとかけましてペペロンチーノと解きます。その心は、誰もが作りやすいけどめちゃめちゃうまくするのは難しい。パスタ激戦区でペペロンチーノが看板メニューのパスタ屋さん、当たりの予感しかしない。で、ブルアカの塗りはそんなペペロンチーノ激うまなパスタ屋さんがアヒージョ出してきたみたいな感じよ。ニンニクとオイルと麺だけで極上だったところに、お野菜とか肉とか別の旨味が入ってきたのがブルアカの塗りです。わかりにくいかな。トマトとかクリームにはいかない感じ。あくまでオイルとニンニクの土俵なんだよね。普通ね、メニュー足していいよって言われたら、もうトマトとかクリームとか出すのよ。もうそこにはいかない感じ。そういう感じです。これ真似しようと思ってもね、なかなかできないんですよね。だから5割くらいのところまではみんなすんなりいけるっぽいんだけど、それ以上のクオリティに持ってこうとすると、めちゃめちゃ難しくなるみたいな。そんなこんなでイラストの構図が決まったんで、線画を描いていきたいところなんですが、ブルアカのスチルって重線がめちゃくちゃ細いのが特徴ですよね。
漫画とかイラストの線画って影の役割を担うこともあって立体感を補助させることができるんですよね。モノクロで描かれる漫画とかは特に顕著だと思うんですけど、こういうインクだまりとかね。アニメの場合も、例外はあるんですけど、基本的に線の強弱っていうのはあんまりつかない方かなと思います。ブルアカの場合、線の性質はギャル系塗りに近いかな。アニメよりもさらに細く主張されて、色と色の境界としての役割が強い線ですね。で線が細い方が当然繊細な印象になるんだけど、扱い方も繊細になるんですよね。小さなブレとか線の違和感が出やすいから単純に難しい。しかも線画の密度が高いわけじゃないから、ごまかしも効かず線一本一本がすごく大事になる。かつ塗りも密度があるわけじゃないから、なおさら線が超大事なのに、それが細いからなお難しいという。修羅の道すぎて誰も通ってこなかったところだから、新しさを感じたりするのかなと思います。例えばこの超うまいリンゴの絵あるじゃないですか。この線の太さを変えただけだけど、右の絵の方がなんか形のいびつさが目立つと思いませんか？極端ですけど、そういう感じです。なので、今回のイラストは下書きの回数を増やすことでカバーしようとしてますが、その時にラフの良さも一緒に抜けてしまわないように、これまた注意が必要ですね。曲線の使い方もすごくて、精度の高いスッキリとした曲線が柔らかい印象とか、線が綺麗に抜ける気持ちよさにつながっている気がします。これどうやって描いてるかは謎です。これができなくてエヴァは線画を継ぎはぎで描いているまである。強めに補正かけたりしながら、今回は試行錯誤をしていきます。線が描けましたが、細いと不安になりますね。結局インクだまりとか追加しちゃってます。続いて塗りに入ります。手数としては少ないんですけど、ここもね、すごく考えられてると思います。色にはトーンというものがありまして、色の種類を示す色相、でその鮮やかさを示す彩度、あとはその明るさを示す明度というのがありますよね。色相については感覚的に青は冷たいとか赤は熱いみたいな共通のイメージ、色の機能みたいなものがありますよね。で、彩度とか明度の組み合わせを色調、トーンというんですが、このトーンは絵から受ける印象を調整するという機能があります。インテリアとかファッションとか、デザイン分野ではかなり一般的なんですけど、こんな感じで見たこともある人も多いと思いますが、表で表すことができます。種類はいろいろあって、それぞれに付随するイメージ、機能みたいなものがあります。例えばビビッドなものであれば、冴えとか活力とか鮮やかみたいなイメージがつくし、ディープトーンであれば伝統、濃い、充実。少し濁ったダルトーンだと鈍いとかくすんだとかレトロとか。絵で雰囲気を表現したいときは、ここら辺のトーンで色をまとめると意図通りに伝わる絵になったりするんですが、裏側の塗りの場合はペールとかライトトーンを意識しているように感じます。それぞれのイメージとしては、ペールトーンは女性的とか淡いとか可愛いとかあっさりとか。で、ライトトーンは澄んだとか爽やかとか。質問者さんが言っていたようなまさしくブルアカらしいイメージの言葉が並ぶかと思います。いわゆるパステルカラー調ではあるんですが、これを基調としつつ、ただ淡いだけにとどまらないところが、ブルアカ塗りのすごいところかなと。淡めだからといって均一に淡くすると、ただの薄い絵になってしまうんですよね。これについてはね、写真技術の話になるんですが、ポートレート撮影で被写体の透明感を強調する時のテクニックで、部分的に白飛びさせるというのと、青みを持たせることで相対的に肌を白く感じさせる。ここら辺もかなり意識的に取り入れられているんじゃないかなと思いました。あとはキャラを明るくした分背景を暗くしたり、背景を明るくした場合はキャラ全体に影を入れたりとか、そこら辺の明暗調整っていうのは各イラストごとにされているような印象ですね。で、肌とか髪の毛の明るい部分を試しに抽出してみたんですけど、こう見ると明るい部分かなり明るくて彩度も低いんですよね。光学現象として照度が高いと自色よりも反射が勝って白っぽくなるので、ここら辺は白飛び表現と言えるのかなと思います。反対
表側に影色のサイドが高いというのも特徴で、自色に近い色が影色で出ているというような印象です。この色の見せ方はね、ブルー赤っぽい塗りを再現する上では結構大事なポイントになってくるかなと思います。なので、今回のイラストも髪色やリボンの明るいところなどは白っぽさを意識しながら色を置いてます。影の形もね、スタイリッシュですよね。見影はあんまり作らず、形は極力シンプルに。間延びしそうなところは、緩やかな色のグラデーションを施していけば、完成です。それでは完成したイラストを見ていきましょう。ブル赤の塗りを解説しながらブル赤っぽい馬娘のアグネスデジタルを描いていきました。シチュエーションとしては、小木が納品されて初めてそれを受け取った時の嬉しさや恐れ多さが入り混じる表情を目指しました。今回あんまりイラストの内容についての解説はできなかったんですが、デジタルの隠しきれない美少女味を透明感を持って表現することができたのかな？できてるといいな。はい。線を細く、ペールトーンで白飛び恐れず、かつリズムカルに1枚イラストを描いていきました。やっぱり、美味しいオリーブオイルは、畑から耕さないとダメですね。畑とはこの場合、つまり基礎火力です。こうしてみると圧倒的力の差を感じざるを得ないですね。やることは分かってるのに真似できないっていうのがやっぱりすごいなと思いました。難しいは難しかったんですけど、描くのはすごい楽しかったので、またね、別の機会でチャレンジしてみたいと思います。今度はね、ブルアカのキャラとかで。ということで、今回の動画は以上になります。楽しんでいただけたら高評価、チャンネル登録をお願いします。マシュマロも常時募集していますので、エヴァに話してほしいことなどがあれば、どしどし送ってください。それではまた次の動画で。バイバイ。一番好きなスパゲッティは、たらこ。